皆さん、はじめまして、こんにちは。レイドシャドウレジェンド日本公式アンバサダーの BS エイコリンです。今回の動画では、異物と装飾品の基本、レア度、レベルアップグレード、ランク、エンチャント、リクラフト、評価のリクラフト、セットボーナス、入手場所、検索と売却を解説していきます。始めた頃はわからないことだらけだと思いますので、この動画をご覧いただいて、より楽しくプレイできるようになったら嬉しいです。よかったらグッドボタンもよろしくお願いします。それでは英雄ステータス画面でご説明していきます。装備アイテムの分類は大きく2つに分かれます。1つ目は異物、武器、ヘルメット、シールド、ガントレット、チェストプレート、ブーツの6つです。2つ目は装飾品、指輪、アミュレット、型の3つがあります。この異物と装飾品の両方のことをまとめて装備アイテムと言わせていただきますね。では装備アイテムを見てみましょう。まず左下のマークは装備アイテムの種類。そして口のカラーはレア度。ここにもレア度が書いてありますね。星の数はランクです。そして異物の分類。この数値はメインステータスと呼びます。そしてここの数値はサブステータスと呼びます。レベルアップグレードしていくとサブステータスは最大4つになります。ここはセットボーナスを得られるために必要な数とセットボーナスの効果です。どうですか？これで装備アイテムは何が表示されているかわかりましたね。それでは次にレア度をご説明していきます。レア度は縁のカラーと分類の下にも表示されているので一目でわかりやすくなっていますね。グレーがコモン、グリーンがアンコモン、青がレア、紫がエピック、オレンジがレジェンダリー、赤がミスティックです。レア度は何をしても変わることはありません。永遠にそのレア度です。レア度の違いは入手した時に表示されているサブステータスの数とレベルをアップグレードした時にサブステータスが跳ねる数に違いがあります。この違いをご説明しますね。入手した時に表示されているサブステータスの数はコモン0、アンコモン1、レア2、エピック3、レジェンダリー4、ミスティック4です。レベルアップグレードしていくと、どのレア度でも最終的には4つ解除されますが、こうして入手時の表示数に違いがあります。もう一つのレベルアップグレードした時にサブステータスが跳ねる数をご説明しながら、レベルのアップグレードの仕方もご説明していきます。異物も装飾品も入手した時には必ずレベル1です。最大16までアップグレードすることができます。レベルを1上げるごとにメインステータスが上がります。それではレベルをアップグレードする画面にします。装備アイテムを選んでアップグレードをタップします。まず最初に言います。一番おすすめのボタンは右端です。ですが人によって他のボタンが合う場合もあるので順番にご説明していきます。レベルを1上げるにはアップグレードボタンを押します。ただ成功するときとしないときがあるんです。レベルが上がるほど1回のシルバー消費量が多くなります。成功や失敗のハラハラドキドキも楽しいですが、それなりに時間がかかります。そこで便利なのが、1レベルアップグレード！押してみると成功するまで自動でアップグレードを試してくれます。残りのシルバーを見れるので、そろそろやめてってところでキャンセルできるのがいいですね。歯車マークを押すと、どこのレベルまで上げるか選べます。そのレベルになるまで自動でアップグレードし続けてくれます。さらに時短なのがこちらの即時アップグレード。途中経過はいいからって方にはチェックボックスを入れてから好きなレベルを選んで押すと成功も失敗も含めてシルバーを一気に消費して設定したレベルまで上がりきります。私はいつもチェックボックスオンで使用しています。レベル8か12で一度使ってみることがほとんどです。その後に16まで上げるぞと決めた装備アイテムだけ16にしてアップグレードしています。12から16にアップグレードするのにはたくさんのシルバーを消費するのでご注意くださいね。シルバーが足りなくなった時はレベルが上げれるところまで上がって止まります。マイナスになることはないので安心してください。さて、レベルをアップグレードした時にサブステータスにカッコがついた数字つきましたね。これをサブステータスが跳ねたと表現してます。カッコ1だと1跳ねしたと言っています。カッコ1がついたことで数値が増えています。
この跳ねる数がレア度によって違うというわけです。跳ねる数は、コモンが0、アンコモンが1、レアが2、エピックが3、レジェンダリーが4、ミスティックが4です。先ほどの入手した時に表示されているサブステータスの数とレア度の関係が丸々一緒ですね。跳ねるタイミングはレベルが4の倍数になった時です。アンコモンは4レベルになった時、レアは4と8レベルになった時、エピックは4と8と12レベルになった時、レジェンダリーとミスティックは4と8と12と16レベルになった時となります。バラバラにいろんなサブステータスが跳ねる時もあれば、同じところが跳ねる場合もあるし、様々です。同じところが跳ねた場合は、2回目跳ねるとカッコ2、このような表示になります。3回目跳ねるとカッコ3、4回目跳ねるとカッコ4。特にスピードが4つ跳ねることは珍しくて貴重です。もしスピードが4跳ねしたら宝物ですね。ところで、レジェンダリーとミスティックはどちらも元々のサブステータスが4つ。跳ねる数も4回で同じだし、違いがないのと思いますよね。一つ違いがあります。ミスティックの装備アイテムだけは、初めからサブステータスの文字が一つ赤色になっています。これはこのサブステータスを一つアップグレード済みということです。なのでこの異物の場合は、すでにスピードが一つ跳ねてますよということになります。ここまででレア度とレベルアップグレードの仕方伝わりましたか？次はランクをご説明していきます。では、ランクについてご説明していきます。ランクは1から6まであります。装備アイテムに表示されている星の数で見分けられます。レア度と同様に何をしても変わることはありません。永遠にそのランクです。ランクが高いほどメインとサブステータスの初期値が高く、レベルアップグレードした時も数値が高いです。この後順番にご説明していきます。まずはランクによる違い一つ目、メインステータスを見てみましょう。ランク6のヘルメットはメインステータスが HP600。ランク5のヘルメットはメインステータスが450で差がありますね。アップグレードのボタンをタップしてみましょう。ここにうっすら表示されている最大という数値。レベルを最大の16までアップグレードした時のメインステータスの数値です。ランク6は最大4080と表示されていますね。ランク5も見てみましょう。最大3480です。こうしてメインステータスの最大値が異なりますので、ランクが高い方が英雄が強くなります。メインステータスの最大値についてランクごとに表にまとめてみました。同じ数値があるので分かりやすく表を変えますね。HP と攻撃力と防御力の実数について、旗だけ数値が高かったので表を分けてあります。このデータを集めるために視聴者さんにも協力していただきました。ありがとうございます。次はランクによる違い2つ目、サブステータスを見てみましょう。例えばこのヘルメットで比較してみましょう。こちらのサブステータスの防御力はランク6は 6% で、ランク5は 5% です。ランク6の方が高いですね。ただ、数値は必ずこうではなくて、ランクの中でも幅があります。例えば、今の防御力について見てみると、ランク6で 7% のものもあるし、ランク5で 6% のものもあります。幅はありますが、ランクが高いほど数値が高いことが多いです。ただ、ランク5と6の場合、サブステータスの跳ね方によっては、ランク5の装備アイテムでも強いと思います。これも人によって考え方は様々で、たくさん異物集めたベテランさんは、ランク5全部売却している方もいらっしゃいますし、サブステータスによってはランク5を使っている方もいらっしゃいます。ご自身に合ったスタイルを楽しんでください。ランクが高い装備アイテムのメリットは他にもあります。次はエンチャントをご説明します。エンチャントについてご説明します。エンチャントはアップグレード画面の一つ下のタブでできます。手持ちの象形文字とシルバーを使ってサブステータスの数値を上げることができます。象形文字は全部で9種類。イベントやファクションウォーなど様々なところで入手できます。HP、HP%、攻撃力、攻撃力%、防御力、防御力%、スピード、耐性、精度です。フリ率%と振りため%の象形文字は存在しません。象形文字の下の数値は所持数です。1回使うと消えてなくなるので、たくさん欲しいですね。象形文字にもランクがあります。ランクが高いほどサブステータスの数値を高く上げることができます。
装備アイテムと同じランクの象形文字まで使うことができます。使えない象形文字は暗くなっているので分かりやすいですね。試しにエンチャントしてみます。象形文字6種類ありますが、サブステータスにない種類は使うことができません。象形文字を選ぶと、サブステータスの隣に緑色で数値がいくつからいくつと表示されます。エンチャントを押すと、この範囲の中のいずれかの数値がプラスいくつの表示で付与されます。最大値になるまで何回もエンチャントできます。ただ、累積ではなくて上回る数値が出たら置き換わります。もし下回る数値が出たらエンチャントする前の数値が保持されます。希望の数値が出ないこともしょっちゅうあります。レア度はランク5まではすべてアンコモン。アンコモンという設定かはわかりませんが、すべて緑色の縁です。そしてランク6の象形文字だけレア度があります。緑、青のレア、エピックの紫、レジェンダリーのオレンジまであります。ランク5までは最大値になったら、それ以上は象形文字を使えなくなりますが、ランク6の装備アイテムに限り、最大値が出た象形文字よりも、レア度が高い象形文字は使うことができます。例えばこちらの武器は、スピードがレアの象形文字で最大値出たことになっています。ですがさらにレア度の高いエピックの象形文字は使えます。ということは、ランク6の装備アイテムは、レジェンダリーの最大値が最高ということになりますね。次はリクラフトをご説明します。リクラフトについてご説明します。リクラフトはエンチャント画面の一つ下のタブにあります。ここでは装備アイテムを1回だけ、メインステータスもサブステータスもリニューアルさせることができます。通知はランダムに変更されます。1回だけというのがとても重要です。ステータスの項目はたくさんあるので、理想のステータスになることは珍しいと思ってください。ちなみに視聴者さんがリクラフトするときを聞いてみたところ、このようなタイミングでした。よかったら参考にしてください。私が使ったことがあるのは、連成でしか入手できない装備アイテムで、このメインステータスが欲しいのにないって時にリクラフトしました。リクラフトをするには、カオス原稿とシルバーを使います。カオス原稿はイベントなどで入手できます。カオス原稿の下の数値は所持数です。カオス原稿もたくさん手に入らないので大事に使うのをおすすめします。全部で6種類あります。カオス原稿と同じランクの装備アイテムにしか使用できません。ランク6のカオス原稿はランク6の装備アイテムにのみ使用できて、ランク5のカオス原稿はランク5の装備アイテムにのみ使用できます。レア度については装備アイテムのレア度と同等以上のレア度のカオス原稿が使用できます。使えないカオス原稿は暗くなっているので分かりやすいですね。リクラフトした装備アイテムはこのようにカオス原稿すべてが暗くなります。この後ご説明する強化についてはカオス原稿を使用しても変化しません。それでは次に強化をご説明していきます。装備アイテムをさらに強くしていきましょう。強化はアカウントレベル38で解放されます。メインステータスに強化ボーナスをプラスアルファして強くできます。強化できる装備アイテムに条件があって、ランクは4以上でレベルが12以上です。装備アイテムのランクまでしかできないので、ランクが高い装備アイテムほど強くできます。アイテムを使用することでランダムで強化ボーナスがつきます。強化の候補はこのようになっています。どれも HP、攻撃力、防御力はありますが、赤い文字はそれだけまたはいくつかの装備アイテムでしか付与できませんので、めっちゃ強くしたい英雄の強化は赤い文字の強化ボーナスにしたいところです。強化をするために必要なアイテムは、異物はオイル、装飾品はエキスです。どちらも大中小の3種類あって、オイルはサンドデビルの古代墓地など、エキスはファントム将軍の森などで入手できます。どちらもステージが上がるほど上位のオイルまたはエキスが手に入ります。ちなみにオイルやエキスの消費量は装備アイテムのランクが高いほど多くなります。レア度では変わりません。ここに強化した場合、ランダムでどの強化がつくか表示されています。左のボタンは1つ強化します。右のボタンはオイルが足りるところまで一気に強化します。それでは強化してみましょう。左のボタンを押してみます。オイル小を消費します。このようにメインステータスの横にピンク色の文字で付与されました。次強化すると、いくつになると表示されてますね。さらに押すと数値が上がります。強化3回目と4回目は10を消費します。強化5回目と6回目は
大を消費します。足りない場合は、右下の調合器を使って上位のオイルまたはエキスにグレードアップすることもできますよ。強化内容を変更することもできますので、次にご説明していきます。オイルやエキスを消費して強化しましたが、英雄をもっと強くするために、この強化がついてほしいという希望が出てくると思います。そこで異物の場合はカオスダスト、装飾品の場合はカオスパウダーを消費して変更できます。入手場所はオイルやエキスと同じです。下の数値は所持数です。強化のリクラフトをするタイミングはいつでも大丈夫ですよ。すでに強化1までしてあっても、4や5までしてあっても、ダストやパウダーの消費量に影響はありません。強化の画面で左上にあるカオスダストを選択します。下のボタンがリクラフトに変わりました。強化ボーナスの候補も表示されましたね。これね、何度もリクラフトできるんです。カオス原稿でのメインとサブステータスのリクラフトは1回限りでしたよね。強化は何度もリクラフトできますが、消費するカオスダストまたはカオスパウダーはどんどん増えていきます。ランダムでさっき出たやつがまた出たってことがあるので、沼る場合もあります。カオスダストまたはカオスパウダーの消費量は上限があって、7回目以降は消費量が上がりません。嬉しいけど、その時すでに1回分が多いので、あっという間にダストまたはパウダーなくなっちゃいますけどね。また貯めましょう。次は装備アイテムのセットボーナスについてご説明していきます。異物も装飾品も一定数英雄にセットすると、装備アイテムによるセットボーナスを得ることができます。種類によって一定数は様々です。1個のものから9個のものまであります。セットの組み合わせは4種類あります。異物は同じ種類2個か4個。装飾品は1個。異物と装飾品の中で1から9個の可変セットがあります。可変セットは1個から組み合わせた数までのセットボーナスが得られます。英雄にはそれぞれ異物と装飾品合わせて9個セットする枠がありますよね。その中でセット効果を気にせず装備したり、2個セットを3つと可変セットを組み合わせたり、2個と4個セットと可変セットを組み合わせたりすると様々なセット効果を得られます。セットボーナスは基本ステータスが上がるものやバフやデバフを発動したり、エクストラターンを発動するものなどがあります。基本ステータスが上がるものに関しては、セットボーナスが累積加算されます。例えばこちらのライフは2個セットすると HP プラス 15% 得られます。6個セットした場合、HP プラス 45% 得られます。ちなみに特殊なケースを除いて、ステータス強化効果は英雄の基本ステータスに対して付与されます。この白い基本ステータスに対してセットボーナスが得られるということです。ヘインで試してみますね。基本ステータスの HP は約1万なので、ライフを2個セットすると 15% プラスとなり、加算されるのは約1500になるはずです。はい。このように基本ステータスに対してセット効果が付与されましたね。デバフ効果については、英雄の精度や敵の耐性に左右されずに効果を発揮します。バフブロックやパッシブスキルは通常通り機能します。複数回ヒットするスキルの場合は、デバフ効果発動は1回のみ発動します。異物セットのデバフと英雄のスキルでのデバフは、それぞれ個別に発動するため、累計になるわけではありません。もし、デバフのフリーズ付与率 75% のスキルを持つ英雄が、フロストの異物を4個セットしていたら、スキルによる付与率 75% のフリーズを発動して、異物による付与率 20% のフリーズが発動します。付与率合計 95% のフリーズにはならないので、ご注意ください。序盤はどんな英雄にどのセットをつけたらいいか迷いますよね。セットじゃなくてもいいのですが、なんとなくセットがお好きな方にご提案しますね。大まかに3パターンに分けてみます。攻撃役、味方に回復や蘇生やバフ付け、敵にバフ付け。攻撃役の英雄には、スキルに記載のダメージ基準や防御力無視。味方に回復や蘇生やバフ付けする英雄には、HP を回復するステータスプラススピード。敵にデバフをつける英雄には、精度とプラススピードを意識して増やすように選んであげるのがおすすめです。それぞれの異物や装飾品をどこで入手できるのかまとめましたのでご覧ください。英雄に装備アイテムをつける画面で
表示される順番に並べています。見やすいかなと思ってそうしました。この装備アイテム欲しいな、どこで入手できるのかなと思った時に一時停止で見ていただいて、装備アイテム集めの集会へ出発していただけると嬉しいです。最後は装飾品です。検索や売却をご説明します。異物または装飾品一覧で検索を押します。一番上は押すだけで、その種類のみ表示されます。試着は装備させる前と装備させた後でステータスの比較ができて便利です。装備を外すのにシルバーを消費していた時代は慎重に外さないといけなかったのでよく使用してました。プリセットマネージャーは英雄ごともしくは全体で組み合わせを保存できます。付け外しに便利ですよ。プリセット名はひらがなや漢字を入力することができません。アルファベットなどで入力しましょう。新規は最近入手した装備アイテムが表示されます。保管庫を押すと保管庫にある装備アイテムを非表示にできます。隣にある装備中のボタンを押すと誰かに装備させている装備アイテムも英雄のアイコンとともに表示されます。ランク&レア度、メインステータス、サブステータス、評価ステータス、評価ボーナスは選んだ通りに表示されます。優先ステータスはメインステータスとサブステータスの合計で並び替えできます。優先度も設定できるので、複数の優先ステータスで並び替えが可能です。フルリフラクト済みの装備を隠す。これはカオス原稿でリクラフトした装備を非表示にできます。セットフィルターを隠すは、セットの種類ごとに表示されていたのを種類での分類なしでひとまとめに表示できます。組み合わせじゃなくてステータスで選びたいときに便利ですね。最後に売却。各装備のアイテムのアップグレードをしてから売却もできるし、売却ボタンを押してから選択してまとめて売却もできます。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか？異物と装飾品についてバッチリですね。よかったらグッドボタン押していただけると嬉しいです。最後まで見てくださってありがとうございました。次回の動画やライブ配信も見に来ていただけると嬉しいです。またね。